まだですか、隊長。急いでください。早くしないと祭りが始まってしまいます。はい。ですからもっと急いでいただきたいと。ああ、はい。祭りが始まってしまいます。おや、ご存知なかったのですか？今日は町で祭りが行われるのですよ。今言いました。軽く10倍は超えるでしょうね。対策は万全ですのでご安心を。それよりも隊長はご自分の準備に集中してください。本当に時間がありません。隠れてたとは面白い言い方をなさいますね。きっと町の者だけでなく近隣の村から集まってきている人もいるのだとは思いますが。そうですね。ですが祭りといっても様々な種類がありますから。例えば何を祀るかということです。そうです。騒ぎを祀るとでも言うのでしょうか。歓喜を天に返す、そして再び天から歓喜をもらうという祭りです。ええ、ありていに言えばそうです。見てください。人は大勢集まっていますが、特に大掛かりな道具などはないのがわかりますか？そうです。だから昨日は普段と何ら変わらなかったのだと思いますよ。いえ、最近体調はお忙しそうでしたし、自分にはこのくらいのことしかできませんので。大したことではありません。それより祭りはこれからですから、まだ気は抜けませんよ。町の四方、北地区、南地区、東、西と4つの組に分かれて騎馬戦を奉納するらしいです。
私も観戦するのは初めてなので詳しくは知らないのですが。運動をする会合。耳慣れぬ言葉ですが言えて妙ですね。まさしくその通りでしょう。伝統ある行事ですし、総じて町の人たちは祭り好きですから大丈夫でしょう。それに人と人が団結し同じ目的に立ち向かえば高揚感が生まれるもの。私たち軍人にとっては当たり前のものとして存在しますが、騎馬戦というのは騎兵の合戦を模した遊戯です。人々が欲しているのはその高揚感なのかもしれません。隊長、間もなく開始みたいですよ。1回戦は西地区対東地区の試合のようですね。西はどうやら町人や兵士たちの混成部隊のようですね。見知った兵の顔も混ざっています。兵士といえど町に家を構える住人ですからね。それに祭りなのですから、ある程度の無礼講は。隊長、人事ではありませんよ。私たちも気合を入れていかないと圧倒されそうな勢いです。そうです。殴り合いは可、噛みつきは不可、審判の指示には絶対服従。他にも細かい決まりはありますが、だいたいこんなところでしょうか。あちらもすごい盛り上がりですね。みななしゅ決まっていけやまあお祭り騒ぎの好きな方ですから。そうですね。みんな分かっとるか。カツンはこの東地区、うちらに負けの二文字はない。優勝した地区にゃ曹操様より格別のお言葉と極上の酒が贈呈されるんや。酒は絶対手に入れんで。雰囲気というのもありますし、酒の力だけではないでしょう。
ただ隊長はご存じないかもしれませんが、お酒は庶民にとってそれは高価なものなんですよ。はい、例えば今回の揚州江蘇省で作られた極上のパイチューともなると、そうですね、平均的な町人の月の稼ぎで言うと、そういうことです。だから隊長もあまり飲みすぎないようにしてください。さっき教えた通りにすりゃ勝てる。相手の1機にこっちの2機でぶち当たるんや。ええか、敵を恐れたらあかん。ぶっ殺すぐらいの勢いでぶち当たったれ。そろそろ西地区の者も気づき始めたようですね。本当にお酒に釣られたのでしょうか。えらいしぶといやんか。うちの力はまだまだこんなもんやないで。なんだかシア様の様子が。左翼より後方2部隊、躯体に進めたいや。その2部隊を中軍全局に回し、後局から予備隊全部を右翼に集中。敵左翼を押し返した後で向こうの全局の横っ面ぶったたいたれ。負けず嫌いな方ですからね。ああ、目の色が変わってしまいました。危険ですね。シア様は負けず嫌いな上に地獄耳ですから。お前らよう言うて。切れました。
今からそっち行って大人げなくぶっ飛ばしたるから首長押して待っとき。逃げれるもんなら逃げてみんかい。本当に大人げない。うん、ありがとう。ほんまやで。チョロも少しくらい多めに見てくれたらええのに。祭りの喧嘩に本職が出ればそれだけで勝敗が決定してしまいますから仕方ありません。そりゃそうかもしれへんけどさ。なあカツト、そりゃうちは将軍やし本職かもしれんけどちゃんと力は抑えとったやんな。町の連中と楽しゅうやっとったやろ。隊長、ここははっきり言って差し上げた方がシア様のためでもあります。シア様、ナギなら分かってくれるやろ。序盤は多少控えめだったかもしれませんが最後西地区の方たちの言葉に煽られ逆上し本気でおキレになったのはどこのどなただったでしょうか。お分かりいただけましたか。分かっとるよけどな。うちが悪いんは認めたるけどな、東の他のやつらまで負けなんは納得いかんねん。うち以外のやつにはもう一回挑戦させたってほしいわ。シア様、それも仕方ありません。東の方たちはシア様が長領将軍だと分かった上で賄賂を送り味方に引き込んだのですから同罪です。賄賂って人聞きの悪いこといいな。ちょっとラオチュウを一瓶もろただけやないか。本当にお酒に釣られたのですね。なんや、ナギは知ってたんちゃうの。釜かけてみました。ムッカムカやですが少しは反省していただかないと。むしゃくしゃするから勝つとフロー入るでナギもや。体の奥から湧いてくるむしゃくしゃを汗と一緒にブワーッと流してすっきりするんや。
流されないでください。